統合版プレイヤーさん必見、エメラルド無限機。サトウキビを無限に回収する装置を作って村人さんと交易してエメラルドと経験値を無限にする装置をご紹介。いつでも見返せるようにグッドで保存。それではやっていく。まずは作りたいところを選びまして、作る前の注意点説明欄にございます。3マス削ってラージチェスト、そしてねこのチェストにつながるようにホッパーを接続します。しっかりね実演ですが必ずチェストにつけてください。地面につけちゃうと装置動かなくなりますんで、しゃがみながらチェストにつける。ここにサトウキビが回収されて紙にクラフトして村人さんとエメラルドと交易していくんですが、装置自体はホッパー側にできますんで、このような建設できる空間をね用意してください。そしてこのホッパーの斜め上にブロックを置きまして、このブロックを横に合計15マス伸ばしていきます。滑らかな石使ってますが丸石などでも OK です。横に15マス伸ばしました。そうしたら1マス開けてこの状態でまた15マス折り返していきます。これはね数える必要ありません。上とね同期してれば OK。 こうなったらチェスト側から右から6マス目数えてください。1234566マス目を破壊して、よいしょ、この6マス目にレッドストーンブロックを置きます。こんな感じ。左から4マス目のブロックを破壊して同じようにレッドストーンブロックを設置。このような状態になってれば OK。そうしたら手前にレールを敷いていくんですが、今置いたレッドストーンブロックの横にはパワードレールでね赤く光ります。そしたらレールをこう伸ばしていって、またレッドストーンブロックの横パワードレールにしていくっていうのを繰り返していき、ホッパー上もレールで折り返していって、反対側もね同じようにレッドストーンブロックの横にパワードレール、これでぐるっと一周させていきます。パワード置いて一周つなぎまして、はい、上から見るとこんな感じです。パワードレール4つ使ってますね。ここまでできたらいつもの建築ブロックでこのレールの上にブロックを設置します。はい、浮かぶんですよ。皆さんねレールの上置いてあげてください。そうすると浮かびます。それをね5マス伸ばしてあげる。なんでレールの上にはブロックを置くイメージですね。これをホッパー側にもやります。置いて浮かせて5マス置く。上から見るとこんな感じ。そして今度はですねこのズドーンと伸ばしているレールの上に土を置いていきます。皆さん平面立ってると思うんで、もうこの石にズドーンとね伸ばしてつけるだけ、ちょっとこれ簡単すぎないっていう。そして反対側も一周させていって、よいしょ、ジャギーンとね土がつながりました。そんで真ん中のこの位置にズドーンとね石を伸ばしていきます。そうするとはい、レッドストーンが見えてる状態で2列のねくぼみができました。ちょっとこれほんと大詰めですよ。説明欄には水バケツ2つ必要と書きましたが、ここで無限水源を作ります。このね2本のくぼみにもう水をブワーって張り巡らしたいんですが、まず角に1個、私もサバイバルでやってみます。水バケツ置きまして1マス開けて3マス目に水を置く。そうすると、はい、この間が無限水源になりました。今私2個空バケツ持ってますが、間取ると消えません。なのでまたね1マス開けて置くと、はい、次ここが無限水源になりましたんで、これをどんどん繰り返していくイメージ。簡単なんでね、はい、これだから海と一緒のね水源になったということでございます。これが水源でこれが水流。これ1マスおきにね置いてあげてください。よいしょ。はい、1列完成しました。そしたらこちら側もやっていくんですが、いきます。水取って、はい、消えません。戻ります。そしたらねもう無限にいけちゃいます。ズドーンと水源が伸びました。そしたらお待たせいたしました。このね土の上にサトウキビを1個ずつ置いていきます。置きまして、はい、こちら側もズドーンとね伸ばしていきます。よいしょ。ここまでできたらこの水源の上にブロックを置きたいんですが、このまま置いてしまうと水源がなくなってしまいます。なんで仮ブロックを立てて壊して水の上にブロックを置きました。反対側も同じようにブロック浮かせてあげて、これをねまたしてもズドーンと伸ばしていきます。もうサトウキビなんか生えてんだけどこれ完全自動装置なんで、放置でサトウキビが溜まるという装置ですからね。ズドーンと伸ばしましたらピストンをご用意していただいて、このねサトウキビ側からピストンを置いていきます。これね難しいのがピストン置く向きによってこの
板材がね、向く方向変わるんですよ。なので、この板材が必ずサトウキビの方を向いているような形で置いてあげてください。ただ、置けない時はね、壊しちゃってくださいよ。もう壊しちゃって、もう置いてください。大量にね、ピストン使いますが、一回設置したらもう無限にサトウキビ増えますからね。反対側も行きましょう。サトウキビ側からピストンを置いていって、ドカーンと置いていきます。はい、必ずこのピストンのね、板材の部分、石の部分じゃなくて板材の部分がサトウキビ方向を向いているようにしてください。その上で、皆さんね、一回ピストンの上に立っていただきまして、オブザーバーを、このね、ピストンの上立ってから、このように置いていきます。置いていくと、赤い点がプレイヤー側を向いているようにしてください。間違える例としては、こういう横から置いてしまうと、はい、赤ポッチがね、こちら側向いてくれてません。なんで、すべての赤ポッチが手前に向いてくれている。プレイヤー側に向いていって中央に向かっていることをご確認ください。それで今、置いたオブザーバーの上に立って、またピストンの上に赤点が手前を向くようにしてください。これね、近づきすぎると上から置いた判定になってしまって、またオブザーバーの向きずれてしまいます。なんで、ちょっとね、しゃがみながら、寄った状態で横から置いてあげてんだぜ俺はという判定でね、置いてあげるとすごくスムーズです。はい、置き終えました。必ずね、点検してください。赤い点が内側を全部向いているかご確認ください。で、まだね、下降りないでください。このオブザーバーの下、ピストンなんですが、ピストンの横にブロックをドカーンと敷き詰めていきます。ブロック置きました。そうしたら、このね、今置いたブロックの上にダストをズドーンと置いていきます。すべてに置いていく。よいしょよいしょ。ここまでできたら、今度ね、この最初に伸ばした5マスの端に立ちまして、はい、サトウキビの横立ちまして、4マス追加で縦積みします。で、はい、じゃあこちらサトウキビの横立ちまして、4マス縦積み。で、反対側にも行きまして、はい、4マス縦積みしていきます。はい、サトウキビ横。はい、正面から見るとこんな感じです。ここまでできたらね、地上を降り立っていただいて、このね、上のブロックをドカーンと繋いでいきます。で、反対側もやっていきます。反対側もここズドーンと伸ばしてあげる。よいしょ。はい、繋がりました。なんかもうさ、すでにさ、メカニックな感じ。かっこよくない？ここまでできたら、ガラスを持ちまして、仮ブロックの横にガラスを3つ立てて壊します。はい。そうすると、サトウキビ、ピストン、オブザーバーの前に、ガラスが置かれているというイメージです。これをサトウキビの前、全部覆っていきます。ちょっとガラスハウスというか、ビニールハウスみたいな感じに覆っていくと。はい。つなげ終わりました。そうするとね、ちょっとガラスが出っ張ってるような、見た目になっちゃうんですよ。ちょっとこれ嫌だなっていう方は、こうね、ここ外枠埋めていただいても OK です。せっかくなんで埋めてみます？なんかこう、ちょっとさ、やっぱ見た目かっこよくしたいですよね。はい、つなげてみました。はい、正面から見るとこんな感じ。かっこいい。その上で反対側もやっていきます。そしたらあれですね、同じようにやっていただいていいんですけど、縁から作ってもいいのか。そしたらね、縁ドカーンつけまして、1マス増設して中の3マスをガラスで埋めていく。はい、今このような形になりました。なんかかっこよくないこれ。そうしたら松明などでこの辺をね、明るくしておきましょう。はい、松明つけて明るくしまして、これ念のため装置の上側にもね、松明置いてあげてください。上からちょっとこうゾンビ降ってきたら嫌じゃないですか。置きまして、こっからもうほぼ完成なんですが、実際にエメラルドを無限にする工程までやりますんで、絶対最後まで見てください。ここまでできたら、はい、このね、レールの上にホッパー付きトロッコを置きます。トロッコの中に、ホッパーが入ってるトロッコですね。これを置いたら、プレイヤーのね、フィジカルでいきます。よいしょと。体当たりすると、はい、動き始めます。でん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 。さあ、来ました来ました。こうすることによって、一生ね、トロッコがぐる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 してくれます。ここで注意点なんですが、統合版のトロッコ消えやすいというね。やめてくれませんかその仕様っていう。これバグっぽいんですけど、プレイヤーの演算距離との関係で結構消えちゃうことがあると。で、基本的に私こういう装置とか作るとき、演算距離4で、お作りいただきたいなと思うんですよ。演算距離は設定のゲームから、ここですね、4チャンクとなっているはずです。ここでは変えられないんですが、ゲーム1回終了して編集画面から変えることができます。でも基本みんなね、4がね、おすすめなんですよ。その場合、この装置から、64マス以内でこの装置からね、放置すると、
このように装置が稼働してくれます。消えちゃう問題嫌な方は放置が終わったらもうね、手動で回収するっていうのも1個おすすめ。この状態試してみてください。この状態で一度早送りしてみましょう。さあ、早送りしてみました。じゃん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 ね、サトウキビ生えて、この仕組みとしては、サトウキビが3マス目まで生えるとですね、オブザーバーの前に、サトウキビが生えるんですよね。そうすると、オブザーバーがそれを検知して、下のピストンに信号を与えて、ガチャコンとピストンが動いて、サトウキビが破壊されます。その破壊されたサトウキビを、下のホッパー付きトロッコが回収していくというシステムでございます。これがね、ぐるーっと一周、なっていまして、どこか一箇所でもサトウキビが入ると、全部のピストンが動くという仕様なんで、かなりね、破壊するスピードが速いのが特徴です。その上で、このチェストの中に溜まってるんですが、あれおかしくないと。さっき結構ガチャンガチャン壊してたのにまだ20個ですかと。はい。この状態でホッパー付きトロッコがもうすぐ通過します。通過した時に1個落としていくんですよ。つまり、このホッパーの上を通過した時だけチェストに1個入るという仕組みなので、とはいえトロッコも結構短いスパンでぐる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 一周してくれるんで、そんなに問題ないんですが、もし気になる方は一度壊していただいてね、ちょっとトロッコ回収しちゃいますが、よいしょ。ホッパーの両サイドを削ってしゃがみながらホッパーにつながるようにホッパーを設置。そして反対側からもこの真ん中のホッパーにつながるようにホッパーを設置した上でレールをね上にかぶせてあげてください。仮でちょっとじゃあサトウキビこうやって入れといてあげて、はい、流してみました。そうするとさっきはね1回ホッパーが通るたびに1つしか増えませんでしたが、今3つ増えました。こうすることによってより素早くサトウキビ回収することができます。ではエメラルドが無限になるっつってこれ動画開いたんですけどっていう方、こっから実演します。まずはこのサトウキビ取りまして、作業台で今のサトウキビを使って紙をドカーンとクラフトしていきます。この紙をもってして村人さんと交易するんですが、初見台を置いて村人さんを司書さんにします。その司書さん、はいご覧ください。紙24枚でエメラルド1個に交換してくれるんですよ。なのでここでエメラルドを無限にできると。でもちろんね、はい何回もちょっと24枚で大きいんで何回かこうやって取引していただく必要あるんですけども、これ紙じゃない？なので村人さんをね、例えば、ここにちょっと村人ハウス作ってサトウキビ無限にしてエメラルドが交易で無限になって経験値も取引するともらえますから、ぜひ作ってみてください。装置や取引のトラブルシューティングは説明欄に全て記載してます。それでもわからないことある場合ぜひコメントください。最新の仕様を調べて全てお返事いたします。きよきよチャンネル、視聴者さんにお役立ちするチャンネルを目指して100万人登録目指してます。ぜひこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。そして他にも統合版の装置作りたい方、こちらをご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。